皆さんこんにちは。今回は TM スクエアさんから出てるブルーミラーを買いましたので ZC33S スイフトスポーツに取り付けて純正の鏡と一体何が違うのかレビューしていきます。動画の前半で取り付け方を紹介し、後半で使ってみて思ったメリットや残念だったところを忖度なく正直にお伝えしますので、ぜひ最後まで動画を見ていただけたらと思います。ってことで今回ポチったのがこちら。TM スクエアから販売されてるブルーミラーですね。お値段は1万円超えと鏡にしてはまあまあ値段しますが、届いたパッケージはこんな感じ。ブルーミラーが左右セットで2枚、貼り付け前に脱脂するためのウェットティッシュみたいな拭くやつ、持ち手代わりになる吸盤、この3つが入ってますね。そしてこれがブルーミラー本体。持ってみた感じ鏡っぽいけど裏側が透けて見えて TM スクエアのロゴのところは透明になってます。なのでこの透けてるロゴの裏側に好きな色のカッティングシートが貼ると自分の好きな色でこのロゴを目立たせることもできますが、僕はあまり気にしないのでそのまま使います。ほんとこれだけなのでかなりシンプルです。こちらのブルーミラーの取り付け方は簡単で、裏側に両面テープが貼ってあるので、純正のサイドミラーの上から貼るだけなのでめっちゃ簡単です。それでは実際に貼ってみようと思います。まずはこのクリーナーで脱脂する前に、いつも使っているこちらの最強窓ガラスクリーナー、ラボコスメティカのニティドでミラーをきれいにします。このラボコスメティカのニティドは少し前にレビュー動画上げてますが、これまで色々と窓ガラスクリーナー買ってきましたが、加工1で素晴らしくて、内窓も綺麗に拭けて、ガラスが消えるぐらいめちゃくちゃ綺麗になるので、窓ガラスクリーナーで迷ってる方絶対に買って損しないので忖度なしにおすすめですね。これ買うまではソナックスの青色一択だったんですが、今はニティド以外の選択肢ないぐらいいいのでおすすめです。それでは綺麗になったので脱脂していきます。こちら一つしかついてこないんですが、両側拭いてもまだ余裕で拭けるぐらいの感じだったので焦らずに脱脂してください。両側とも脱脂が終わったらブルーミラーを貼り付けます。付属の吸盤をミラーに貼り付けて持てるようにします。この時に中途半端に吸い付いてる状態だと持った時に落ちるので、しっかりと吸盤を貼ってください。落ちたら 100% 割れると思うので気をつけてください。ミラーを貼る前の注意点ですが、純正サイドミラーとブルーミラーが全く同じ大きさではなく、ブルーミラーの方が若干小さいので位置調整をきちんとしないとずれて貼り付けることになるので、そこだけ気をつける必要ありますね。 Amazon のレビューでも1万円超えの値段と高いのに塵が合わないのは微妙とかのコメントあるんですが、ちゃんと位置調整して貼り付ければ変な隙間とか気にならないので、全体的なバランスをよく見て貼り付けてください。まあそんなに気にならない程度ですが、こんな感じで周囲に純正ミラーが少しだけ見えるような感じになりますね。ブルーミラー裏側に両面テープがあるので、それ使って貼り付けていきます。ただですね、この両面テープが結構強力で少しでもついたら剥がれにくいので、ちょっと貼り付けミスったから少し剥がして微調整ってのが正直難しいと思うので、貼り付ける前の位置調整をしっかりとしてから実際に貼ってください。まあ少し小さいんですけど、ミラーの枠の中にしか貼れない作りになってるので、そこまで気にしなくてもいいですが、僕は塵とかが気になるのでかなり慎重に貼り付けました。片方が終わったら反対側も同じように慎重に貼ってください。取り付け自体はほんと貼るだけなので3分もかからないですね。貼った後の注意点としては、取り付け後24時間は走ったり洗車するなと説明書に書いてあるので、もう車に乗らないタイミングで貼ってあげてください。それでは貼り付けも終わったので、実際に走ってみて純正の鏡とブルーミラー一体何が違うのかレビューしていきます。まず結論から言うと買ってよかったですね。僕のスイスポはもう納車されて約5年なんですが、納車されたタイミングで初めからこれつけてたらこの5年間どんだけ快適やったんやろうと思うぐらい調子いいですね。まずいいところなんですが、サイドミラーの見える範囲が拡大されて視覚が消えたことですね。スイスポって結構左後方の視界がピラーのせいで見にくいんですが、ブルーミラーになったことでこれまでなら見えなかった範囲までサイドミラーで確認できるようになったので、安全運転につながりました。まあ2型からはブラインドスポットモニターがついたので、近くに車がいたら電気ついて車がいることわかりますが、僕のスイスポは2019年モデルの1型で、そもそもブラインドスポットモニターついてないですし、視覚だけじゃなくさらに広範囲を一度に見れるようになったことで、車線変更や周囲の確認がしやすくなったので、普段の運転がさらに快適になりましたね。体感ですが、純正の鏡と比べても 1.5 倍ぐらい視界が広がりました。またブルーミラーのおかげで光がある程度抑えられるので、シンプルにミラーが見やすくなりました。簡単に言うとサングラスみたいな感じで、通常であれば眩しい状況でも光を抑えてくれてるので、夜に運転していて後続車のライトが反射して眩しいと感じる状況でも全く眩しいと思わなくなりましたね。ほんと夜に運転してると後続車のヘッドライトがサイドミラーやルームミラーに反射して眩しいと感じること多いと思うので、ブルーのミラーを貼っただけなんですけど眩しくなくなるので
それだけでもつけてよかったなと思います。ルームミラーに関しては僕の場合ミラー型ドラレコっていうデジタルミラーに交換済みなので、もう今では後続車のライトが眩しいと思うことが物理的になくなったので、全くもって夜の運転が快適になりましたね。これに関しては夜だけじゃなく日中、朝方とか夕方に運転してると太陽光がサイドミラーに当たるとめっちゃ眩しいですよね。その状況も光を抑えてくれるので、たまに運転しててミラーが光って気になるみたいなのありますけど、それがなくなってシンプルに後ろが見やすくなります。これスキー行く人ならわかりますが、晴れてる時にゴーグルつけた方が景色が見やすくなりますよね。あれと全く一緒ですね。肉眼では眩しくて見にくい状況でもブルーミラーで光を抑えてくれるので、後方がしっかりと見えるようになります。これだけでも買って絶対に損しないと思うのですが、これに追加でさらに嬉しいことがあって、それはバックで駐車がしやすくなります。スイスポに乗ってる人なら分かってくれると思いますが、この車の純正サイドミラーってちょっと歪んでるのかボディのフェンダーのせいなのかわからないんですけど、サイドミラーでは絶対にまっすぐ止めれると思っても、外出たらまっすぐじゃなくて若干歪んでて駐車してたってことあると思います。多分これ結構なスイスポオーナーが経験してると思うんですけど、もしそれめっちゃわかるって方いればぜひコメントで教えてください。なのでまっすぐに止めたと思ってもなぜか斜めになってることが多いんですが、ブルーミラーを使うことでそれがなくなって他の普通の車みたいに簡単にまっすぐ止めれるようになります。僕はこれまでいくらサイドミラーを調整しても駐車するとなぜか斜めになってることが多かったので、毎回ドア開けて車体がラインと平行になってることを確認してから駐車するようにしてたんですが、ブルーミラーを貼ったことで普通の車のようにそのままサイドミラーだけでまっすぐ駐車できるようになったので、これも買ってよかったポイントですね。ここまでなら買う一択だと思うんですが、残念ながらデメリットがありまして、それは夜が暗いことですね。普通の鏡と比べても、日中は光をサングラスのように抑えてくれるので見やすいんですけど、ブルーになっている分夜は全体的に暗くなります。街灯のある道なら全く問題ないですし、後続車はライトついてるので大丈夫ですが、無灯火のチャリとかがいたらちょっと怖い可能性がありますね。普通の鏡に比べると青くなってる分全体的に暗いです。今で取り付けて1週間ぐらいでだいぶ夜の運転も慣れましたが、貼り付けて初めて夜に運転するときはちょっと気をつけた方がいいかなと思いますね。あとはまだ大雨の夜に運転していないので何とも言えないんですけど、 X とか他の SNS でみんなに聞いたところ、夜の雨の時は結構見にくいみたいですね。ミラーにつく水滴はガラコを塗っておけば余裕なんですが、夜の雨降りは結構暗くなって見えづらくなりそうです。今回の動画では紹介しきれなかったので、雨の時の感想は後日動画の下にある概要欄に実際走ってみた感想を書いておくので参考にしてください。なので夜の運転に関しては結構全体的に暗くなるので、貼り付けた直後は違和感あると思います。はい。ブルーミラーをつけてみて思ったメリットデメリットはこれぐらいですね。あと強いて言うなら、ブルーミラーになったことでちょっとだけ見た目が良くなったかなってぐらい。ただ普通の人からすると全く気にしないポイントだと思うので、そこは自己満になりそうですが、若干見た目が良くなるかなって感じですね。これまでの話をまとめると、 TM スクエアから出てるブルーミラー、取り付けは両面テープで貼るだけなので誰でも3分で取り付け可能。取り付けることで日中や夕方の眩しさを抑えてくれて、さらにミラーに映る範囲も広がるので視覚を含めて見えるようになり、周りの確認がしやすくなります。夜の運転の時も後続車のヘッドライトが反射して眩しいこともなくなるけど、普通の鏡に比べて全体的に暗くなるので、慣れるまでは夜の運転の時にサイドミラーが見にくいと感じるデメリットもありますが、それ以上にメリットの方が多いので、納車してすぐにでも買って取り付けるのがいいと思います。正直めっちゃ快適になったので忖度なしにおすすめします。今回紹介した TM スクエアさんの貼り付けるブルーミラーは動画の下にある概要欄にリンクを貼っておくので、気になった方はリンク先から他の方のレビューを読んでみて参考にしてもらえたらなと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。また最近メンバーシップも始めて、メンバー限定でツーリング行きたいので、メンバーシップの詳細も合わせて概要欄に貼っておくので、ぜひ読んでもらえたらと思います。ということで、また次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。